どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、1年前から動画に出していなかった30センチキューブ草原レイアウト水槽のその後という動画を出したんですが、見ていただけたでしょうか。まだ見ていないという方は、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから見てやってください。前回の動画では、今年の2月までの状態をお話ししたんですが、今回はその水槽が現在どうなっているのかをお話ししていきます。もうこの展開は自分の中で天丼になりつつあるので、察している方も多いとは思いますが、予想以上なことになっていると思うのでお付き合いください。それでは早速やっていきます。前回までは初めての草原レイアウト、初めてのミスト式、初めての石組みという初めて尽くしから始まったこの水槽の経過を報告していました。割と無難に進んだ水槽であり、苔に若干見舞われたところ以外はだいぶ順調でした。それよりも初めてのミスト式だったので、注水するまでの経過がメインなところがありましたね。それ以降は特に動画にするほどの変化は起こっておらず、1年くらい登場してなかったわけです。一つの動画にほぼ1年分の水槽の経過を載せるって結構ネタ不足を危惧している自分からすると贅沢な使い方してるんですけど、中身のない動画出してもしょうがないですしね。そんな感じで去年の4月に立ち上げた水槽の今年2月の状態がこちら。だいぶ水草の状態も下向いてきました。以前は苔に侵食されながらも綺麗な緑を保ってたんですが、水草自体が茶色くなっているところが出ていたり、なんか触るとふかふかする感じがしてます。これまでにこの水槽は2回のトリミングを行っており、以前の焼け野原になって修復不可能になった60センチ草原レイアウトの経験を考えると、これ以上カットしても復活することはないと確信していました。なので、このままどうなるかを見届けていた感じです。そんな半ば諦めモードに突入してから1ヶ月半後の4月4日の状態がこちら。ついに恐れていた事態が起こりました。見てもらったらわかる通り、左側のキューバパールグラスが浮いてます。俗に言うラピュタ現象です。もともとなんか浮いてる感じはあって見て見ぬふりをしていたんですが、まさかここから取れてくるとは思ってませんでした。この手前の塊の後ろにはもう一つのラピュタが待ち構えています。どちらも隣接している吸盤に支えられて宙吊り状態になっていますが、少し手を加えたらすぐに浮いてしまう状態です。こんな状態になっても未だに大和沼エビを入れているせいで、ダメになったキューバパールグラスの残骸がこのように隅に固まってます。これは全てとっても翌日には同じ状態になっているので、この時はもう諦めており、浮いたものをただ眺めてました。しかし、これで一番厄介なのはこの現象で、給水パイプのスリットにちぎれた残骸が吸い込まれて、急激な流量低下を招いています。見つけ次第ピンセットで取り除いてはいるんですが、先ほども言ったようにいたちごっこでキリがありません。特にこの水槽に取り付けている外部フィルターのホース径が細いため容易に詰まっちゃうんですよね。ここら辺はこの水槽だけでなく他の30センチキューブ水槽にも言えることだと思います。今後抜本的な改革が必要になってきますね。親石の隣のキューバも浮いてこそないですが、すでに根が露出して色も悪く、下葉はヤマトに刈り尽くされてます。ここが瓦解するのも時間の問題ですね。ただ、中にいる生態はピンピンしており、フィルターの流量さえ確保できれば、ろ過は問題なかったので、生態の移動などはしていません。それから8日後の4月12日の状態がこちら。親石の手前部分のキューバパールグラスが完全に消失しました。先ほど手前に見えていた塊のところですね。
いつも水替えはプロホースでやっているんですが、その時にスルッと取れた感じです。完全に剥がれたキューバパールグラスが虚しく水面に漂ってますね。これで残るラピュタ部分は後ろのみとなりました。このままいくと、ここから浮いている部分が広がっていき、最終的に全て剥がれ落ちそうです。本来ならすでにリセット案件だと思うんですが、ここまで来たらこの水槽の行く末を最後まで見届けようということで、決してめんどくさかったわけではなく、探求心のためにリセットを先延ばしにしました。続いて1ヶ月と10日後の5月22日の状態がこちら。完全に崩壊しました。半分以上のキューバパールグラスは剥がれ落ち、以前の60センチ草原レイアウト水槽のような焼け野原ではなく、砂漠の大地と化しています。2月の時点でほとんどのキューバがソイルから剥がれていたとは思うんですが、それでも全面に敷き詰まったキューバ同士が支え合うことでなんとか維持されていました。それが左側の崩壊によってどんどんとほころびが生じ、しまいには水槽全体に広がっていった感じです。こうなると早かったですね。どれもプロホースで少し触っただけで吸い込まれていき、儚くも散っていきました。前面の方はかろうじて残っていますが、それもソイルが重しになってつなぎ止められているような感じで、このまま維持できるとは到底思えません。極めつけはこの恋と化したシルバーフライングフォックスで、とんでもない馬力でキューバを蹂躙していきました。よくこのデカさで飛び出さないなと感心します。こんな状態になってしまったかつての30センチキューブ水槽。ご覧の通り、グリーンネオンテトラはめちゃくちゃでかくなって元気なんですが、さすがに限界ということでリセットを決意。まあ、皆さんも分かっていたとは思いますが、ここまで粘るのは予想できなかったのではないでしょうか。それでは早速リセット作業に取り掛かります。まずは浮いているキューバパールグラスの撤去から。この時、実はもともと入っていたヤマトヌマエビはすべて別の水槽に移し替えていたんですが、それでもこんなに残骸が浮いているのは、先ほど話したシルバーフライングフォックスのおかげです。顔を低床に突っ込んでおでんをまき散らしながら餌を探していたため、その拍子に抜けてしまったわけですね。続いては生態の避難ではなく、先に低床の吸い取りから始めます。一度捕獲を試みたんですが、あまりにもすばしっこく、網を動かしている間におでんが舞って視界不良になるため、低床から攻めます。生態を吸い込まないように細心の注意を払いながら、水槽全面のソイルをキューバパールグラスごと吸い取っていきます。水槽台の下に置いている水槽のため、なかなかサイフォンが発動しにくいんですが、逆に吸引スピードが制限され、生態を吸い込む危険性が減ったので良かったです。なぜこの水槽を前面から攻めているかというと、おでんを最小限に抑えつつ水位を下げ、ここに生態をすべて誘い込んだ上で一網打尽にしようとしているからです。こうすることで舞うおでんの量は減り、生態を取りこぼすこともないだろうという算段です。ある程度低床を吸い取ったら、生態を吸い込まないように底面にホースをつけつつ排水。その拍子にソイルという支えを失った石が崩れてしまってビビりましたが、小さな石だったので問題なし。再度ソイルを吸い取りつつ、目的である囲い込みができる水位まで下がったのを確認して排水は終了。それではすくっていきます。結局この狭い中で生態が暴れたためおでんは舞っていますが、ここに全ての生態がいることは分かっているので、素早く冷静にすくいます。ここまで来ればこっちのもんで完全入れ食い状態です。視界がどれほど悪かろうが網を入れれば簡単に取れます。こんな方法が使えるのも小型水槽ならではですね。60センチ水槽とかでもできないことはなさそうですが、
結構大掛かりになる気がします。ということで、声帯をすべて取った状態がこちら。寂しい感じになりました。続いては、後ろに設置していたエデニックシェルトを回収し、中身をばらしていきます。暗くて申し訳ないんですが、中にはとんでもない汚泥が溜まってます。ガラスパイプということでスポンジもつけておらず、マッタ汚泥やキューバの残骸が入り放題でした。中を開けるとこんな感じ。上に見えているのはキューバの残骸です。リセット直前の頃には吸水スリットの残骸を取っても流量があまり復活しなかったんですが、これだけ詰まってたら当然ですね。後ろに設置してて頻繁に中身を開けないこともあるので、やはりフィルター内に大きなゴミが入ってしまわないようにする対策が必要です。飼育水で洗った状態がこちら。だいぶ綺麗になりました。せっかくバクテリアがしっかりついている露材なので、これは隣のアヌビアスの森水槽に設置し、今度立ち上げるときにすぐ水が出来上がるように待機してもらいます。最後にソイルが残った空の水槽を洗っていきます。この水槽に残ったソイル、水切りスコップですくう方も多いと思うんですが、自分は少量の場合こんな感じでやってます。汚いシンクが映って恐縮なんですが、このように水をある程度溜めてからバケツに洗濯ネットをかぶせます。あとは先ほどの低床吸い取り作業と同様、サイフォンの原理を使って園芸用ホースでバケツにセットした洗濯ネットめがけて水と一緒にソイルを排出していきます。30センチキューブぐらいであれば、これを 2,3 回繰り返すとほとんどのソイルが吸えるのでおすすめです。水切りスコップだと結構取りこぼしが多く、すくうときにジャリジャリっと音がして水槽が傷ついてそうなんで、自分はこっちを採用しています。60センチ水槽とかの場合はシンクには持っていかず、水槽台に置いたまま同様の手順でソイルを取ります。最後に壁面に残った汚れをメラミンスポンジで掃除したら終了。そんな感じでこの水槽は完全リセットとなりました。なんか立ち上げてからほとんど触れていない水槽だったんで麻痺しちゃうんですが、この水槽もちょうど1年経過してからのリセットです。他の水槽もそうなんですが、巷で言われている1年でレイアウト水槽はリセットというのはあながち間違いではないようですね。初めてミスト式が成功した水槽で、立ち上げまでの工程は割と思い出深い水槽でした。この水槽が成功したおかげで、今日の自分のミスト式立ち上げがあるわけですし、シンプルなレイアウトでしたが、清涼感を感じられる水槽で大変満足でした。まだ次にどういったレイアウトにするかは未定ですが、必ずこの後にしっかりとレイアウト水槽を立ち上げていきますので、乞うご期待。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。